いや、勝った時の気持ち、なんかもういろんなことがありすぎてうまく説明はできないですね。初優勝を目指しますカーナンバー65コロス中島レーシングリゴール大村フラガ選手、おめでとうございます。第11戦の予選は、3位で、12戦の予選は、6位っていう、結果に終わりました。シーズンの開幕からなんかタイヤがあんまり温まらないっていうところも、前回の富士から、少し改善された部分もあって、そこまで頑張らないで、タイヤをいいレンジには持ってくることはできてたので、そこは問題なかったです。無限には少し届かなかったんですけど、自分の中では車も良かったし、僕のドライビングも出し切った、結果なので、そうですね、あと一息っていう感じですけど、今の状態の中では全部出し切ったと思います。2回目の方は若干スプーンでミスをしてしまった。ただ風が突風になったり止んだりっていうところで結構難しいコンディションではあって、車が急にこうグリップしたりグリップを失ったりっていうところで微妙に決めきれなかったかなというところです。ただパフォーマンスとしてはトップ3ぐらいには多分入れたと思うので、この好調をレースでも維持できたらいいなと思ってます。スタートも良くて、1位の湯浅選手がちょっと出遅れる形で、野尻さんも2位からトップ浮上して、僕もそれをどうにか一緒についていけないかなっていうところで、その後、湯浅選手と接触あったんですけど、結構真横にまでは来てて、自分ももう縁石まで登ったし、そこからちょっと引こうとしたんですけどかぶっちゃってたので、そこで接触はあったんですけど、うちの車にはダメージなくて、そのままレース続けられて、判定としてもレーシング1年とって見られたので、もう野尻さんトップが目の前なので、とりあえず行けるだけ行こうっていう感じでした。1周全部ぐらい OT 使いっぱなしの状態で追っかけたんですけど、ギリギリチャンスなかったですね。あと1台分ぐらい近くにいたら、もしかしてなんか挑戦できたかもしれないですけど、ちょっと届かなかったです。1位に近づけば近づくほど2位っていう結果が悔しくなっちゃう。もちろん嬉しいんですけど、悔しさも混じるような結果ですね。ただ特にこの2大会はすごくチームも含めてパフォーマンスすごい上がってきてると思うので、明日も、2位スタートっていう、もうフロントロースタート、そして最終戦も残ってるので、そこら辺もしっかり決めて、もしどっかのタイミングでまた1位争いができたら、1位を確実に取りに行きたいですね。はい。第10戦のグリッドではなぜかよくわからないんですけど、ワクワク感とか楽しみがすごいあったんですよ。なんか他のレースと比べると自分が生き生きしてるなみたいな感触があったし、車にもすごい自信を持てていたので、もちろんその緊張感とかはあったんですけど、早くレースしたいなみたいなところがありました。やっぱりスタートで行動を起こさないとなかなか抜けないなっていうのは第11戦のレースですごく痛感した部分があるので、とにかくスタートにかけていきました。スタートはバッチリだったんですけど、思った以上に牧野選手に並べなくて、トラクションかかり始めた時にもうオーバーテイク使って、もう丸々1周2周使うような気合で、オーバーテイク入れて、なるべくセクター1でなんとかできないかなみたいなところで、自分の目の前に開いたスペースに全力で飛び込みました。そこが1コーナーの、アウトサイドだったんですけど、アウトサイド本当にギリギリのところを通ってなんとかトップに立つことができました。その後は、自分の最大のチャンスが訪れたっていうことで、いろんな感情が湧きそうだったんですよね。でもやっぱりそこの19周は感覚的にめちゃくちゃ長かったです。セーフティーカーとか何も入らなかったし、ずっとフルプッシュでしたね。
とにかく1コーナーずつ1コーナーずつ集中するっていうことを頭に置いて最後まで走り切ることができて、トップでチェッカーを受けた時にはもういろんな感情がすぐに溢れ出しました。勝った時の気持ち、なんかもういろんなことがありすぎてうまく説明はできないですね。でもなんかめちゃくちゃ嬉しかったし、ブラジルでスポンサーしてくれた人たち、アメリカに行く時にそのいろんなコネクションだったりとか、グランツーリスモ世界大会優勝した後はグランツーリスモさんとか、最近はファナテックさんもサポートしてくれるようになりましたし、自分のことを助けてくれて馬があったので本当に感謝の部分もありましたし、あとようやくこういう場で結果で返せたっていうのもすごく嬉しかったですし、車の中で大泣きですね。素晴らしい。ありがとうございます。表彰台の上から見た景色はめちゃくちゃ良かったですね。なんだろうな、もうとにかくその週末はお客さんがすんごい入ってて、なんかすごいところにいるなっていうのがなんかちょっとこう分かったというか、実感が少しありました。最終戦はその前のレース第10戦で優勝することもできたんですけど、やっぱり気持ちを切り替えていかないといけなくて、やっぱり集中するのが難易度が結構高かったです。でとりあえずいい週末には来ていたので、最終戦もしっかり終えたかったです。でスタートして、自分のポジションを守ることができて、そこからどうレース進めていこうかなっていうところで、チャンピオンシップ争ってる人たちが意外と結構早めにピット入ったので、それをカバーする形で、7周目あたりにピットに入って、その後セーフティーカー出ることになったんですけど、若干タイミングが悪かったのかな。もう多分 1,2 周あれば多分3位ぐらいには出られたんじゃないかなっていう感じだったんですけど、そこはしょうがないとしといて、ニュータイヤで出てきた人たちに対してはタイヤの温度は自分の方があったので、リスタート何か仕掛けれないかなっていうところで、うまくリスタートを合わせて牧野選手を抜くことができました。ただそこで自分のオーバーテイクシステムを全部使わないといけなかったので、その後はだいぶ苦しい展開、守る展開にはなったんですけど、最後まで守りきることができて、4位で終えることができました。週末通して全レース個人的にはもうしっかりレースをできて、自分の役目は全部果たしたと思っているので、すごくホッとしました。そしてとても嬉しかったです。そうです。ありがとうございます。お疲れです。来年も頑張ってください。あっという間に1年過ぎましたけど、シーズン初めから彼落ち着いてるし、毎戦というか学習して、でもう最後のこの鈴鹿で優勝もできて表彰台も上がって、言うことないですね。はい。今年第3戦で表彰台に乗ってから、その後いい成績っていうのはなかなか取れなかったんですけど、もう一度表彰台に乗って優勝っていうのを目標にやってきて、とにかく計画通りに最後はうまくいったんで、本当に良かったです。1年間ありがとうございました。本当にね、冬のテストからイゴールのポテンシャル非常に高いのは感じてたので、早く結果につながればいいかなと思ってました。そしてね、この最終戦で表彰台、そして優勝とね、最高の結果で終わることができました。今週のね、彼を見てると、多分彼のポテンシャルまだまだこれ以上にあると思っていますので、彼の力を伸ばしてですね、チャンピオン獲得できるように頑張っていきたいと思います。皆さん応援ありがとうございました。3レース、すごく大変だったんですけど、しっかり最後までいいレースができて、本当に嬉しいです。まだまだ足りない部分はたくさんあるんですけど、すごい今シーズン、進歩できたと思ってます。一緒に戦ってきた皆さん本当にありがとうございます。来年ももしこういう機会があるなら、チャンピオン争いとかそういうことができたらいいなと思ってます。1年間本当に応援ありがとうございました。